家具図と家具リストの振り分け方ということなんですけれども、日本ではですね、家具屋に作ってもらうのが箱物重機っていうものが、ほとんどで、椅子ですよね。家具の中でも椅子とかほとんどの場合メーカーから輸入することが多いと思うんですよね。なので箱物重機は家具図で書いて、椅子は家具リストに記載するっていうのが今の日本の流れなんですよっていうのが、結論になるんですが、なんでこんなことになっているのかと、なんでって思いません？そもそもでね、これは家具の製造現場がアジア諸国に移ってしまっているからなんですよね。今では日本での椅子製作ってあまりしてなくって、中国を中心にベトナムなどのアジア諸国で生産されているんですよね。で、製作が比較的簡単な箱物重機、もしくは現場調整が必要な箱物重機っていうものが日本で作られているってわけです。でね、箱物重機って何かっていうとですね、キッチンとか棚とか、レジカウンターとかそういった箱になっている家具のことを言っています。僕もですね、8年前ぐらいですかね、ベトナムに行って椅子やらテーブルを作って日本の飲食店に輸入して納品したことがねあるんですよ。この時代の家具製造ってメインどころはやっぱり中国だったんですけれども、ベトナムもねなかなかのクオリティで製作できるってことが分かって、それで、製作現場を見てきたんですよ。ベトナムまで行ってですよ。で実際、1回しか行ったことないんですけど、その1回で模型とか作ってですね、椅子とか、皆さんで作って、その時インターン生もいたんでね、いろいろな椅子を持って現地の工場に行って、こういうの作りたいんですけどって言って行ったら、実際作ってくれたんですよね。で工場では、木材の加工場とか組み立てのラインとか、塗装の工場、違う工場みたいなところの設備が整えられていて、とても若い人が活気ある場所だったんですよ。で強度チェックも中国ほどのその生産ラインではないんですけど、チェックでもないんですけれども、一応強度チェック、製品チェックみたいなものはまだ荒削りとはいえちゃんとあったんですよ。でものづくりの現場として興奮した記憶があるんですよ。すごいなと思って。で今ではねさらに進化を遂げていると思っているので、久々にベトナムに行ってみようかなと思ってますね。コロナも落ち着いてきたわけですからね。でも日本の工場と世界の工場を見るだけでも、どこで何を作るべきかっていうのはちょっと見えてくるわけですよ。で話を戻して、なんで家具図で書くのと何をね家具図で書くのかというと、ベンチソファーとかテーブルとかキッチン棚関係がメインどころになるわけですよね。日本で制作ができるものといったらですよね。で、これそうだよね。今ちょっと思ったんですけど、別に海外との取引があれば、海外に図面を描いて持ってってってやったわけですから、できるっちゃできるけど時間がめちゃくちゃかかる。やっぱり飲食店とかだと結構辛いですよね。すぐ着工しちゃうからね。建築はもしかしたらいけるかもしれませんけどね。で家具リストに脱線しましたね。家具リストに入れるのは海外で作られている椅子テーブルですね。家具メーカーで取り扱っている商品ってやつですよね。でこれはさっきの話からすると家具の場所にもよりますけど、海外の場所にもよりますけど、生産国ならオリジナルの椅子も作りやすい環境があると思うんですよ。例えば陸続きだったり、中国の現場でその中国で作るとか、分からないですけど、例えば調べないと分からないんですけど、ベトナムのカフェとかを作るために例えばタイで作るとか、陸続きなんでね、もしかしたらそんな時間かからない可能性もありますよね。ただここで注意しなきゃいけないのは、椅子とかって金型を作るので大量生産に向いてるんですよね。だからもう何万点みたいな、何万個みたいな、効率的じゃないっていうのありますよね。この1店舗あたりでいちいち設計してたら
だからこそ家具メーカーである程度部品取り繕っているとか取り扱っているというか在庫を抱えているということにつながってるんですよね。